こんにちは。ご質問お悩みコーナー企画の第2回目のご質問はこちらです。イチョウの木を描くにはどんな色使いをすればよいでしょうか。濁りやすい色なので茶系などの混色をして良いものかわからずにオレンジ系で影色をつけてみました。すごく高揚した感じでイチョウの木のイメージと違ってしまいました。やはり暗い色も使わないと立体感は出せないと思うんですが、何色を使えばイチョウらしくなるのか分からず悩んでいます。とのことでした。混色の色と、あと手順を教えていただいたので、ちょっとそのようにやっていこうかなと思います。これ第1回目でちょっとご紹介というか出てきましたビファールという紙です。じゃあ筆はこちらを使いたいと思います。パーマネントイエローライトが最初。じゃあこちらですね。ちょっと色を出ししておきますね。パーマネントイエローライト。こんな色です。それからパーマネントイエローライトとローズマダーですね。これですね。少々足しました。こんな感じのオレンジ色になります。これちょっともうちょっと多く足すとどんな色になるかですね。多分ここで入れすぎたのかなとは思うんですけども、多く入れるとこんな感じの色になります。でもちろんですね、もっと多く入れるとローズマダーが出てきますので、こんな色になりますね。赤を足す量でですね、これだけ色がいろいろ出てきますね。はい、そして、パーマネントグリーンナンバー1ということですので、はい、こちらですね。じゃグリーンナンバー1、こんな感じになります。でこれを塗ったということですね。2の色は、またパーマネントイエローライトですね。では、パーマネントイエローディープですね。ちょっとこちらはパレットに出てないので、ちょっと出しますね。パーマネントイエローディープがこちらです。このイエローライトよりも温かみのある色ですね。そしてキナクリドンゴールドはちょっと私ホルベインで持ってないのでウィンザーニュートンで、キナクリドンゴールドです。同じ色ですね。いい色ですよね。間違った。じゃあこれです。これがキナクリドンゴールド。はい、じゃあこんな感じの色になります。この色たちを使われたということです。まずこれが1番で、これが2番の色になりますね。1の色をにじませ乾いてから2の色を重ねました。ちょっと赤が多すぎたのかな。紅葉のようで木には、イチョウの木には見えないということでした。それから、黄色系の絵の具の濃淡だけであまり立体感も出てないということです。それと、ご自身のイメージとしてはレモンイエローや緑や茶系の絵の具も使って冷たい感じのイチョウにしたいのですが、暗い色をどう使えばいいか分かりませんということですね。じゃあですね、ここでどういうことが行われているかっていうのをですね、見ていきたいと思います。色のですね、仕組みをちょっと見てみましょうか。すいません、手前味噌で申し訳ないです。私が監修させていただいた子供の水彩画の本なんですけど、これかなり基本的なことが書いてあってですね、大人の方も勉強になりますので、もしよかったら見てください。ちなみにですね、皆さんのおかげでこの度10月にですね増刷されました第2版というんですかねが発売されました。本当にどうもありがとうございます。図書館とか小学校用の教材の本で増刷されるっていうのがすごい珍しいことらしくですね、大変ありがたいです。ありがとうございました。ではですね、こちらの12ページ、色について白です。選んでいただいた色がどこに当てはまるか見ていきましょう。イエローがですね、
これ色相環というんですけどね、色をグラデーションにね、並べています。はい、黄色はここですね。それから、このパーマネントイエローライトに、ローズマダーを足していった色たちですね。これはどこなのかと言いますと、黄色からここまでなんですね。黄色から赤まで。赤がローズマダーだと思ってください。今ちょっとずつ赤を足して、この間の色を作っているってことですね。はい、暖色系の色ができてるわけです。次に、このパーマネントグリーンナンバーワン。これは黄緑。ここですね。こっち側に行っています。これは、暖かい色と寒い色の間で中間色となりますね。はい。そして、今度2回目に重ねている色。まず、イエローライト。それからディープですね。ディープはほんのちょびっとだけ暖色系に寄った黄色の中からまだ出ていない色なんですね。それから、キナクリドンゴールドは、黄色をですね、ただちょっと暗くして濁らせていると考えてください。という色です。なのでやはり黄色の中から出ていないんですね。ということは、今使われている色が赤から黄緑。ここまでなんですね。ここです。はい。そしてですね、ちょっとここに書いてあるんですけども、補色。色の補色関係っていうのがあります。反対側にある色はお互いを引き立て合うことができる。この後大事です。混ぜると黒に近い色になるとなります。この色相関に基づいて色って考えるんですけども、反対側にある色、ここに補色って書いてあります。補色同士混ぜ合わせると暗くなります。はい、今黒っぽい色ができていきます。こっちだったら黄色と青紫、橙色と青、赤紫と緑っていう風にですね、反対側にある色を混ぜると黒くなるんですね。これを逆に考えると、反対側の色を混ぜないと暗くならないということです。ということは、ここからここまでしか使っていませんので、暗い色がですね、生まれないんですね。で、この中にですね、もともと暗い色があればいいんですけれども、暗い色っていうのがまずないですね。出てきてないです。暗くないですね。はい。なので、暗い色っていうのは、この中ではまず生まれないということです。ですので、暗い色を作るか、暗い色を使うかしないと、暗い色っていうのが出てきません。はい。なので、今一番この丸い中の離れた位置にある色同士を混ぜると濁ったり暗くなったりするんですけども、この関係でいくと今一番離れているのが赤と黄緑なんですね。赤と黄緑混ぜても濁るんですけども黒くはならないんですね。ちょっと実際やってみましょう。ではですね、黄緑とこのローズマダーですね、混ぜます。はい、こんなですね。どうでしょうか。濁ってはいますけど、あんまり暗くなってないですね。これとこれを混ぜるとですね、こんな色ができます。茶色っぽい色ですね。でもガツンとした暗い色っていうのができてないわけですね。ちょっと緑多くしてもこんな感じ。赤を多くしてもこんな感じになります。これがこの混色たち、この使っている色でできる最大の暗い色になりますね。影に使えるような強い暗さというのがちょっと足りないっていうことですね。なのでその色をですね、1個混ぜていきたいなっていうのがあります。こちらのですね、コメントの方にですね、レモンイエローや緑や茶系の絵の具も使って冷たい感じのイチョウにしたいってことですね。この冷たい感じの色って何だっていうと、これなんですね。こちら、寒色系という色になります。青、緑がかった青、それから青緑。この辺が寒色系になります。ここに、この寒色系の色を入れると、色幅が一気に増えます。ということは、緑がかった青でも青緑でも青でもいいんですが、絵の具の中で分かりやすい、この辺ってちょっとなんか絶妙ですよね。青緑の色ってとかって言った時に、多分ちょっとフルベインの基本の色だとなかなか出てこないかなと思いますので、この絵の具の中で、いつも使っている絵の具の中で考えると、青ですね。ここです。この青をですね、一色ここに入れてあげるだけでですね、冷たい感じのイチョウっていうのがですね、できます。冷たいだけじゃなく暗い色もね、ここでできます。青の中でもですね、緑に近い青で、
プルシャンブルーと、ですね、コバルトブルーヒューがあります。コバルトブルーではないんですね。ヒューです。どちらでもいいですね。で、このパレット2つ入ってるんですが、プルシャンブルーの方を使ってみましょうか。これですね。はい、じゃあ、ですね、この色ですね。はい。この青ですね。これを一色、混ぜてあげるだけで、いろいろと変わってきます。じゃあ、せっかくなので、補色の関係で暗くしたらっていうのをちょっと見てみましょうか。はい。ですね、プルシャンブルーのここになります。ここですね。はい。で、ちょうどですね、この補色、ちょうど今、ここら辺ですね。緑がかった青と青の間ぐらいなんですね、プルシャンブルー。コバルトブルーヒューでも同じです。で、これのちょうど反対側って赤目の橙と橙なんですね。なので、こことここをこういう風に混ぜてあげると暗い色ができます。ちょうどありますね。ということで、じゃあこの色と、この色を作ればいいんですけども、結局三原色の混色になっちゃうんですが、これでも大丈夫ですね。黄色と赤混ざってます。でここを混ぜるとこんな風にですね、暗い色ができてきます。これをね、使うと多分希望通りの絵ができるんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあこれ使って実際にイチョウの木をですね描いていきたいと思います。下書きをします。一番に使っていたというパーマネントイエローライトですね。じゃこのパーマネントイエローライトを塗っていきます。でこちらに、ウェットインウェットでですね、にじませているようなので、にじませていきますね。ローズマダーでしたね。じゃあここでローズマダーを入れすぎないようにあまり赤っぽくしないですね。少しオレンジがかったぐらいにしてこれをちょっと入れていきます。ここまではねとてもいい色のチョイスだなと思いますね。問題ないと思います。じゃあここにですねパーマネントナンバー1、これもいいですよね。パーマネントこれを、にじませていきますね。で紅葉、ね、緑のところの部分ねありますので、これもとてもいいチョイスだなと思いますよ。はい。じゃこれで一旦ね、乾かしましょう。で、こちらの紙、ビファールは木材パルプですので、放っておいても乾くの早いですね。じゃあ、この時に、ちょっと幹とかね、下、大地を描いておきましょう。はい。じゃあ、はい、明るいところは、幹はイエロー化で私はやりますね。あと、枝ですね。地面ですね。地面、イエローカーで塗られてるのかな。ちょっと真似してみよう。イエローも足して。はい。では乾かしました。ちょっとね、早めに乾かしたかったので、ドライヤーを使いました。で次に、パーマネントイエローライトを、にじませてるってことなんですけども、ライトは見えるので、このままにして、キナクリドンゴールドだけね、ちょっと足しましょう。こちらですね。これをちょっと足していきます。このイチョウの葉の付き方をちょっと意識しながらですね、点々としていきます。先端に向かってですね、ちょっとこんもりした感じで葉がですね、つきますね。下の色やはり潰さないようにですね、気をつ
気をつけて塗りたいと思います。そしたら、先端の方をちょっとね、こんな風に入れていただいたら、思い切ってこの辺にバーっとですね、入れます。で、この時に、ちょっとこのパーマネントグリーンナンバーワンも一緒にですね、入れましょうか。ちょっと混ぜていただいて、ゴールドと、この色をですね、入れていきましょうか。一段階暗くなりますね。優しい暗めの色になりますので、これをちょっとね、間に入れておいて、そしたらここにですね、ちょっとローズマダーももう一度混ぜますね。ちょっと赤っぽいのも少しこの中に足します。でローズマダーは先ほど混色でね、パーマネントグリーンナンバーワンとローズマダーを足すと茶色ができますので、その茶色をですね、入れていきたいと思います。でこのビファールの紙、2、3層は重ねられますので、まだね、ゆっくりと、そんなに意識せず、まだ2回目ですのでね、塗っています。ちょっとこの幹の方にもですね、塗っていきましょう。と枝もですね。ほとんどね、枝見えないんですよね。蝶は。葉が多いですね。じゃあこれもですね、中途半端な乾きで入れると濁ってしまうので、しっかり乾かしたいと思います。はい、では乾かしました。では次にですね、寒色では入れていきましょう。ドブルシャンブルーですね。でこの黄色と混ぜるとすぐね、イエロー系の色と混ぜるとすぐこう強めの緑ができますので、ここにちょっとローズマダーをね足してあげましょう。そうすると緑が、ね、こんな風に暗くなっていきますね。この色をですね入れます。じゃあ先ほど暗くしたところの上にですね重ねるように塗っていきます。あまり強く筆をグッと入れてしまうと下の色溶けますので、ちょっと気をつけてください。じゃあもう少しですね、赤をですね、こちらの色に入れて、少しこの紫系の色にしてみましょう。
これをですね、ちょっと上にね、かけたいと思います。暗めのところですね、ちょっと暗くしたいなと思うところに、この微妙な色なんですけども、このプルシャンブルーとローズマダーを足したこの冷たい感じの紫、薄くしていただいて、ちょっとね、暗さが足りないなと思うところにね、足していきましょう。ちょっと細筆で枝をね、描きます。あまり枝は見えないんですけども、もうちょっとね、細く入れておきますね。そして下にですね、強めに影を入れます。こんな感じで、いかがでしょうか。寒色の色もね、入れましたので、あと先ほどのね、こちらですね、このプルシャンブルーの色、それと、このナンバーワンとローズで足した混ぜた色、この茶色ですね、を、使いました。このプルシャンブルーを入れるだけで、この一気にですね、色幅がガッと広がりますので、こんな風にやってみていただければなと思います。では、今回はこのような感じで質問に答えさせていただきました。参考にしていただけますと嬉しいです。